交流基金バンク。はい、すみません。このミーティングは録音されています。これは、今後の YouTube 公開のために、録画されておりますので、了解を押してください。はい、今回の企画は、国際交流基金バンコクから協賛を得て開催させていただいております。Zoom はタイシアターファウンデーションから提供させていただいております。タイの、8x8 シアターと、日本の劇団員蔵等で共同で開催していますという企画になっております。私、劇作家の村野玲子と言います。本日の、ディレクションを担当いたします。ニックプロデュースというソロユニットで活動しています。どうぞよろしくお願いいたします。今回は、日本の5人の作家と、タイの劇作家、ニコンセ担当で実施をいたしました。作家同士が8月にワークショップを行って、今回のちょっと特殊なフォーマットに即してテキストを書きました。でですね、通常の台本っていうのをまず比較のために、読んでみていただこうと思います。画面共有をします。自己ごめん、紹介をした方が、はい。はい。ごめん。じゃあ、皆さんの自己紹介を行っていただきます。はい。じゃあ、どなたからでもどうぞ。はい。はい。はい。劇団 Q の田口もゆです。よろしくお願いします。お願いし楽しまます。せていただきます。はい。劇団チャリティー企画の奈良原拓と申します。よろしくお願いいたしまおす。願いいたしよろしくお願ます。いします。はい。劇団は入っておりませんが、中島聡と申します。よろしくお願いいたします。お願いしお願いします。ます。私は加古みなみと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと、ゆかさんが、通訳でゆかさんが入られますということで、はい。一言よろしくお願いします。通訳担当の江原ゆかです。お願いいたします。お願いします。はい。あとじゃあ今顔の出てるニコンセタンを、ニコンセสวัสดีนิกรแซ่ตั้งครับจากประเทศไทยครับ タイからです。ニコンセタンです。お願いします。はい。じゃあ、今回の作家のアストさんは後で紹介させていただくとして、先にじゃあ、通常の台本というものを、通常の台本というとあれですけれども、今これ見えてますかね？画面共有できてますか？はい。はい。はい。で、はい。まあ、大体普段は縦書きなんですけれども、今日はスクロールしやすいように横書きにしてあります。じゃあ、登場人物。これは4人芝居で、まあ、シンプルな会話劇になっております。トガキと男1を中島さん。で、男2を田口さん。はい。男3を、加古さん。はい。男4を奈良原さんではい。お願いいたします。はい。じゃあ読んでいってください。お願いします。どうぞ。はい。ごめんなさい。ロールアップしていただいて、タイトルが見えないです。ごめん、タイトル入れてない。はい、タイトルが。ごめん。すみません。はい。はい。じゃあ参ります。はい。カウンターの奥に4人掛けのテーブルがある。古いしょぼくれた居酒屋。壁には禁煙の掲示が貼ってあるが、その紙も壁もメニューもヤニで黄ばんでいる。マスターが一人、タバコを吸いながら新聞を読んでいる。扉がガラリと開く。4人、いける？マスターうなずき、タバコを灰皿でもみ消し、キッチンへ。男4人、どやどやと奥の席に向かい座る。いやいやいや。やっぱこういう店の方が落ち着きますね。メニューは貼ってあんのか。やっこと煮込み、モロキューと、あと枝豆かな。あ、黒板。今日のおすすめもありますよ。三崎港マイカのポン酢和えですって。イカは酢味噌だろ。ポン酢ですよ。酢味噌だって。ポン酢。酢味噌。俺は断然生姜醤油だな。あわかるわかる。わかるけど、やっぱポン酢っすね。ここにだから、もゆさんかな？もゆさん。あ、もゆさん、音が聞こえなくなってる。
私読みます。頑固だね。男子っすから。男子関係ねえだろ。まあ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 。どれも頼めばいいじゃないですか。酢味噌、ポン酢、生姜醤油。イカ三昧だな。イカ三昧。それ寿司三昧。おい、お前ら何楽しんでんの？注文決めてるだけですけど。ダメダメダメ。全然ダメ。わかってる？惨敗なんだよ。ああ。ああ。そうですかね。お前らそもそも非協力的すぎるよ。合コンは全員野球だって言っただろ？すいません。あれじゃ、俺が全ポジやってるようなもんじゃん。投げて打って走ってさ。お前らのヘラヘラ笑うばっかで、全部俺の一人プレー。おかげでゴール前、ガラ空きだっつうの。それサッカあ、今日浦和の試合、予約忘れた。マジか。テレビつけてもらう？テレビあります？ー。あ、そこ。本当だ。テレビ、いつか。いいよ、いらない。わかりました。すいません、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい。萌さんごめんなさい。途中でちょっと聞こえなくなっちゃってごめんなさい。いいえ、はい。こういう感じで、とがきと、セリフで成り立っておりますと。で、それぞれのセリフが順番に書かれているということなんですけれども、今日の台本はですね、ちょっとそれと違って、要は自分のセリフしか書かれていないという、ちょっとそういう怖い、あれなんですね。ごめんなさい。もう一個共有します。はい。はい。少々お待ちください。はい。ですね。もう一個。これですね。はい。これ見えますかね？今見えてますか？はい。はい。こちら、とがきがありまして、とがきの後にあなた、私、あなた、私、あなたたち。こういうふうにあるんですけれども、要は、自分に関する情報しか書かれていないです。自分のセリフ、自分のとがきだけ。これが、4人分それぞれ、今回は送ってあって、今回はそれぞれ、皆さんそれぞれバラバラに書かれているのを台本開いて、で、それでみんなでこう、会話を進めていっていただくと。今回そういう企画になっておりますと。というわけで、今日これから読むのは、鈴木敦人さんという劇団院蔵の方の台本を見ます。敦人さん、一応顔だけお願いいたします。出ます？いない？いる？はい。はい。じゃあ、皆さん、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとさっき私が今お見せしたフォーマットとはちょっと違うフォーマットで書かれているので、はい。驚くところから始めていただければと思います。はい。じゃあ、私とアストさんは消えましょう。はい。じゃあ、はい。じゃあ、ですね、皆さん、4人様、まず台本を開きましょうか。さっき送った台本を開くところから。はい。で、皆さん、画面の前の皆さん、この4人だけが、一番上の段かどっかに4人並ぶようになっていると見やすいかと思います。画面をクリックして、動かすと、画面の位置が動かせるようになっていると思いますので、パソコンで見ている方は試してみてください。はい。Nikon, could you record it? 大丈夫？ We already record. OK。4名様開けましたでしょうか？はい。大丈夫？はい。はい。萌さん、OK。常さん。ちょっと待ってください。はい。みんなの顔が見えないから。たくちゃん OK ですか？はい、OK です。ひなみさん OK ですか？大丈夫です。はい。萌さん大丈夫？はい、大丈夫です。はい。じゃあ、おのおのタイトルあたりから始めていってみてください。お願いいたします。どうぞ。唇に餃子。私はロックバンド、井の頭パンダーズのボーカル。能天気で明るい性格。バンドの中では一番人気があり、
自分の人気のおかげでこのバンドがあると自負している。唇に餃子。私はロックバンド井の頭パンダーズのギタリスト。頭脳明晰でバンドの広報戦略や作詞を担当。花はないがバンドの司令塔。唇に餃子。私はロックバンド井の頭パンダーズのベーシスト。バンドの中では作曲とアレンジを担当。綺麗好きで几帳面で神経質。唇に餃子。私はロックバンド井の頭パンダーズのドラマー。引っ込み思案で一歩引いてしまうタイプ。バンドメンバーたちが自分のことを軽んじているような気がして、密かに傷ついている。場所、東京都武蔵野市にある狭いが小綺麗なマンション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 。時間23時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 。私はリビングルームにいる。エプロンをつけ、大きなダイニングテーブルを拭いている。隣であなたが缶ビールの空き缶を潰している。70リットルの透明なゴミ袋はビールの空き缶ではち切れそうになっている。僕は台所にいる。エプロンをつけ、洗い物をしている。隣であなたが僕が洗った皿を拭いている。私は台所にいる。エプロンをつけ、皿を拭いている。部屋中が汚れている気がして私は落ち着かない。隣であなたが洗い物をしている。私はリビングルームにいる。エプロンをつけ、缶ビールの空き缶を潰している。70リットルの透明なゴミ袋はビールの空き缶ではち切れそうになっている。隣であなたが大きなダイニングテーブルを拭いている。あなたが口ずさむのを聞いて私も口ずさむ。僕はバンドのテーマソングを口ずさむ。台所からパー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 パンダー。台所からパンダ。台所からあなたたちの歌声が聞こえる。私はそれを聞いて口ずさむ。パパッパーパパ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 ンダ。台所からあなたたちの歌声が聞こえる。あなたもそれを聞いては口ずさむ。あなたは歌いながら私に皿を渡す。拭き終わった皿は山のように積まれているが、今渡された皿がどうやら最後の一枚だ。あなたが私に話しかける。僕はあなたに皿を渡す。拭き終わった皿は山のように積まれているが、今僕が渡した皿がどうやら最後の一枚のようだ。僕はあなたに話しかける。あなたはビールの空き缶の最後の一缶を潰したみたいだ。私はあなたに話しかける。ぐしゃりと私はその歌声に抗議するようにビールの空き缶の最後の一つを潰す。するとあなたが声をかけてきた。大好評だったな、今日のパーティー。見ただろう、あのみんなの顔。ファンクラブ全員が喜んでくれた。餃子が好きだって言ったのお前だろう。それ今言うか。身も心も。こんな狭いマンションでも詰め込めば入るもんだね。狭い言うな。うちが一番広いから提供したんだ。君んちでできたか？おっと、怒らない怒らない。
感謝してるっていう意味だよ。僕らのファンは女性ファンがほとんどだ。狭くても清潔さは大事。キミンチーがありえなかった。このおしゃれな北欧風の家具素敵ってみんな嬉しそうだったじゃない？ああ、壁にニラが。ああ、床にキャベツが。なぜ餃子の、あれなんだこれ。餃子のなんとかが壁まで飛んでる。しかも、餃子のあんが壁まで飛んでる。しかも気づいたらすぐに取るだろ？放置してるから壁に染み込んじゃった。壁からニンニクの匂いがする。ありえない。私の部屋が。ロックバンドが餃子パーティーでファンを喜ばせて嬉しい。こっちは片付いたよ。食べようぜ。あなた野郎たちが殺してやる。なんかロックじゃなかったよ、このパーティー。あなたたちが台所から餃子の乗った皿を持ってリビングルームに入ってくる。私は皿の上に乗った餃子を見てハッとする。餃子はお皿の上に2つしか残ってないのだ。突然、そう。死ぬほど食ってやっからな。雷の光と音。あなたたちが台所から餃子の乗った皿を持ってリビングルームに入ってくる。私は皿の上に乗った餃子を見て怒りがこみ上げてくる。餃子が2つしかないのだ。突然雷の光と音。それ虎だな。あいつ、荒っぽいから混ぜるとき飛んじゃったんじゃ。ほら、そこの壁にひき肉も。おい、ちょっと待って。そうじゃなくて、僕は目の前にあった皿をあなたの前に差し出す。皿の上には餃子が2個だけ乗っている。小麦粉こぼしたところはもう拭いたよ。これ以上私の部屋を汚さないでくれ。どうした？あなたが近くにあった皿を私の前に差し出す。皿の上には餃子が2個だけ乗っている。2つしか残ってないのはファンがみんな食べちゃったってこと？これ、最後の皿 ?300 個はあったのに？正確に言えば312個。餃子餃子リビングルームから誰かの声がする。リビングから誰かの声がする。とりあえずその皿持ってこどうする？うん。私はあなたと一緒にリビングルームに行く。皿の上に乗った餃子を見たあなたたちの顔色が変わった。その体からは湯気が立ち上り始めた。突然、雷の光と音。僕は皿を持ってあなたと一緒にリビングルームに行く。皿の上に乗った餃子を見た。あなたたちの顔色が変わった。その顔はみるみるうちに真っ赤になっていく。突然、雷の光と音。さっきまで晴れてたのに。餃子2個しか残ってないじゃないか。そんな大きな声出さないでよ。ご近所さんに迷惑だから。ご近所さんロックじゃない。え？今のお前はロックなのか？おい、興奮させるような言い方するなって。しょうがないだろ？ファンのみんなが食べちゃったんだよ。気づいたらもう残ってなくて。300個はあったのに。正確に言えば312個。え、大丈夫？小麦粉混ぜたのは私。強力粉と薄力粉の絶妙なバランス。そして2つをくっつける水の分量。
私のバランス感覚があってこそのあの食感、あのもちもち感、ロックだったでしょ皮から作る手作り餃子は俺のアイディアだから。多少形がいびつになったとしても、手作りの皮の方がロックンロールだって言っただろ。皮から作るっていうのが良かったのかな。やっぱ、ファンには僕がこねたのを食べられるっていうのがポイント高かった。キャベツの千切りはえアイディアがすべてなの。分量のバランスなんてネットで調べられるんだよ。一発目のコンセプトが勝負を決めんだ。お肉が良かったんだと思うな。僕が肉のハナマサのおっさんから餃子用の肉ならこれだよって言われて買ってきた豚ひき肉。あれはね、普通のお客さんじゃ買えないんだからね。日々、肉のハナマサに行くたびにおっさんと話して仲良くなって、それで特別に売ってもらえるようになった餃子専用肉なんだから、僕の人間的魅力のおかげさ。その肉のハナマサも、お前を最初に連れて行ったの俺だから。すぐ自分の手柄にする癖、よくないぞ。ちょっと待ってよ。あなたが誰かに餃子の乗った皿を渡そうとする。その瞬間、別の誰かがあなたの持っていた皿を奪う。地味だけど、小さく刻まれたキャベツがあんの食感を作るんだ。だから俺は肉でもなく皮でもなくひたすらキャベツを千切りし続けてた。本当はキャベツじゃなくて白菜にしたかったけど、白菜ありえないでしょってお前らが言うから。自分の意見は飲み込んで、ひたすらキャベツを千切りし続けてた。ずーっと死ぬまで、心が死ぬまで、トン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 。お前らが、小麦粉で手が真っ白だとか、ひき肉で雪だるま作っちゃったとかって、楽しそうに作ってるのを横目で見ながら、お前手先不器用だから、単純に作業に特化した方がいいよ。キャベツ切るだけがいい。それに集中しろ。そう言われて、確かにそうだと思って。自分の役目は千切りなんだ。誰よりも細かくキャベツを刻むんだって。そしてそのキャベツが餃子にマジカルでロックな食感を与えるんだって信じて、それもすべて終わった後にたらふく餃子を食べるため、俺それ食べるから。待てよ。あなたは、あなたに餃子の乗った皿を渡そうとする。その瞬間、私はあなたが。文句ある？早まるなって。皿渡せ、皿。お前には渡さない。あなたが私に餃子の乗った皿を渡そうとする。その瞬間、誰かがあなたの持っていた皿を奪う。僕はあなたに餃子の乗った皿を渡そうとする。その瞬間、誰かに持っていた皿を奪われる。おい、みんな落ち着けって。何してんだよ。何すんだよ。だから落ち着けって。俺が食べる。いやいやいや、2つしかないから、それを半分ずつにしてみんなで食べればいいじゃんか。トラ、ロックじゃねえ。お前全然ロックじゃねえ。トラ、君も落ち着けよ。餃子を取り合ってるこの光景がロックじゃないだろこんな小さな餃子をさらに半分に切って分けるなんて全然ロックじゃねえ。僕はみんなで食べようって言ってんだよ。ちょっと待って。
私、この部屋提供してるんだけど、みんな今、私ん家にいるんだよ。わかってる？私は自分のプライベートな空間を提供してるの。誰よりも負担は大きいの。私にこそ食べる権利がある。いやいや、そういうことじゃなくて、あなたなんてただ顔がいいだけのお飾りじゃん。でも、実際にこのバンドを支えてるのは僕の人気だよね。今日集まったファンたちも90%は僕目当てで来てたよね。誰が曲書いてると思ってんの？誰がアレンジしてると思ってんの？あなたたちは私が怒っているのも忘れて喧嘩を始める。私はこれまでにない疎外感を味わう。あなたがあなたに促されて皿の餃子を手で掴もうとした。その瞬間、私はあなたから皿を奪う。言ったよ、お飾りだって。権利って言うなら僕に権利があると思うんだけど。お飾り？今お飾りって言ったのか？殺してやる。殺してみろ。あこのなたは野郎。私に飛びかかろうとするが、あなたがあなたを止める。私はあなたに飛びかかろうとするが、あなたが止める。あなたはあなたに飛びかかろうとするが、私は片手に餃子の皿を持ったまま、あなたを止める。2個の餃子は皿の上を転がるが、床には落ちない。やめろよ。餃子が落ちるだろ。俺を見ろ。俺の話を聞け。ありがとだったら止めるな。う。そうだ。このバンドはね、実質は私とこの人で成り立ってるの。私たちがこれまで何曲作ってきたと思ってる？曲作りの時なんて、私たちが徹夜して土台を作った後に、あんたとあんたのこのこやってきて、いい曲できたって一言で、遠慮することないよ。二人で食べよいいか？お前がお飾りなのは事実だ。はい？私はあなたに促されて、皿の餃子を手で掴もうとした。その瞬間、皿が誰かに奪われる。あなたは私の言うことを聞いて、皿の餃子を手で掴もうとした。その瞬間、誰かが皿を奪う。あなたがあなたに促されて、皿の餃子を手で掴もうとした。その瞬間、誰かがあなたから皿を奪った。何すんだよ。この野郎。はい？聞いてない。本聞い当の意てるから。味では聞いてない。お前らはさ、俺の代わりなんていくらでもいると思ってんだ。思ってないよな。はい？思ってない。なあ。聞いてる、聞いてる。やっぱりね。ガイドに出てるから。思ってないって言ってんだろ。全然思ってない。あ火に油注いでどうすんの？逆ギレすんなって。甘えたこと言ってんじゃねえよ。作詞もできない。作曲もできない。アレンジでもできない。人気もない。じゃあお前に何ができるんだよ。何をしてんだよ。ドラムの腕は？死ぬほどドラム練習してんのか？プロってのは結果で判断されるんだよ。
結果、こんなクソ狭い部屋で、10人ばかしのファンが来る餃子パーティーやって喜んでるバンドが、プロとしての結果を語っちゃう。その10人のコアファンが次の100人のファンを作るんだ。お前らが俺を評価しないなら、俺は自分で自分を評価す評価ってどうするんだよ。る。餃子全部食べるってことだよ。どうしたんだよ。いつものお前じゃないぞ。落ち着け。なあ、落ち着けって。突然、誰かが変な言葉を叫ぶ。やめろって。突然誰かが変な言葉を叫ぶ。やめろ。私は無我夢中で変な言葉を叫んでしまう。やめないわけない。俺は生まれて初めてせめて餃子を独り占めするんだ。突然あなたが変な言葉を叫ぶ。餃子、餃子、餃餃、ザザ。ええ新しい詩？それ何？バカか？餃子、餃子、餃餃、ザザ。言霊だよ。俺の作詞家人生のすべての注ぎ込んだ呪いの言葉だ。もしお前がそれ以上この餃子に近づいてみろ。ものすごいことが起きるぞ。ものすごいことって何？ものすごいことは、ものすごいことだよ。突然あなたの唇が紫になったかと思うと、さらに蒼白に、そして最後は真っ白になる。そしてうねうねとシワが横に積み重なり、あなたの上下の唇が一つの餃子に変わってしまった。こんなやつに今までついていってたなんて。どういうこと？突然、あなたの唇が紫になったかと思うと、さらに蒼白に、そして最後は真っ白になる。そして、うねうねとシワが横に積み重なり、あなたの上下の唇が一つの餃子に変わってしまった。突然あなたの唇が紫になったかと思うと、さらに蒼白に、そして最後は真っ白になる。そしてうねうねとシワが横に積み重なり、あなたの上下の唇は一つの餃子に変わっていく。私の唇がムズムズする。そして唇がうねうねと横に伸びたかと思うと、シワが横に積み重なり、私の唇がまるで餃子のようになる。どういうこと？どうなってんのこれ。ほら、ものすごいことが起こった。ぎょ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 。唇が。唇が餃子だ。ニラとニンニクの匂いがあたりに漂ってくる。ニラとニンニクの匂いがあたりに漂ってくる。ニラとニンニクの匂いがあたりに漂ってくる。何言ってんだよ。私はあなたを見つめる。私は自分の唇を触る。閉じられた唇の触り心地がいつもより粉っぽい。しかし感触は柔らかい。いつもの私の唇だ。少しひんやりとしてはいる。私は自分の唇を見ようと唇を前に突き出す。しかし自分の鼻が邪魔して唇は見えない。ニラとニンニクの匂いがする。へ、お前一生自分自身のニンニクニラニラの匂いに苦しめばいい。言い過ぎだ。心なしかニラとニンニクの匂いが鼻の穴をくすぐったような気がした。私はもう一度自分の唇を触る。唇の先がまるで餃子の皮のあんを閉じるシワのようだ。あなたが私を見つめる。
こんな状態になってるのに虎を追い詰めるなよ。私はだんだん人間の言葉が聞き取れなくなっていく。もしかしたら耳も餃子になっていってるのかもしれない。あなたがゆっくりと私に近づいてくる。こんなになっちゃうなんて、僕たち気づいてなかったんじゃない？虎の孤独に、苦しんでたことに。何言ってんだ？バカなことはやめろ。あなたがゆっくりとあなたに近づいていく。あなたがあなたにキスをする。あなたの唇が餃子になったあなたの唇にそっと触れる。その瞬間、あなたの唇はみるみるうちに白く粉っぽくなって、やがて餃子になる。マミンもんまよ。虎は虎なりに頑張ってたのかもしれないよ。なんとか助けられないだろうか。助けるったってどうやって？これが呪いなら、おとぎ話のお姫様と同じで、王子様からキスをされたら呪いは解けるんじゃない？キス？そう、キス。このバンドの王子様は僕だよね。僕はゆっくりとあなたに近づいていく。まさか君が？あなたがゆっくりとあなたに近づいていく。大丈夫だよ。すぐに戻る、元に戻る。私は息を飲む。あなたが私にキスをする。あなたの唇が今や餃子になった私の唇にそっと触れる。私の口先にあなたの唇の感触の優しさが伝わってくる。あなたがあなたにキスをする。あなたの唇が餃子になったあなたの唇にそっと触れる。大丈夫だよ。すぐに元に戻る。君だって今餃子を独り占めしようとしている。僕たちちょっと前までは本当の仲間だった。それを取り戻すんだ。僕はあなたにキスをする。僕の唇が餃子になったあなたの唇にそっと触れる。その瞬間、僕の唇はみるみるうちに白く粉っぽくなって、やがて餃子になる。その瞬間、あなたの唇はみるみるうちに白く粉っぽくなって、やがて餃子になる。その瞬間、あなたの唇はみるみるうちに白く粉っぽくなって、やがて餃子になる。ほら、言わんこっちゃない。君には見えなかったのか？これは愛だ。アガペーだ。私たちの中に愛が生まれた瞬間を今、私たちは目撃してるんだ。何が愛だ？私はだんだんと眠くなってくる。あなたがフラフラし始める。あなたがフラフラし始める。危ない！マンマン！大丈夫か？倒れる。あなたがその場に倒れる。間一髪、私があなたを支え、私たちはその場に座り込む。あなたは自分が倒れそうになったにもかかわらず、餃子の皿は投げ出さず、しっかりと握っている。あなたがその場に倒れる。間一髪、あなたがあなたを支え、二人はその場に座り込む。あなたがその場に倒れる。間一髪、あなたがあなたを支え、二人はその場に座り込む。私は餃子の皿を床の安全な場所に置き、あなたを見つめる。私は指であなたの餃子になった唇を優しく撫でる。どうしたら元に戻る？どうしたら？ねえ、もう一回さっきのあれを言ってくれ。さっきのあれ？変な呪文だよ。あなたがあの言葉をもう一度唱える。まぶたが閉じられた。まるで永遠に開かないかのようにとても重い。多分私の右目も
餃子になってしまったのだ。私は意識が朦朧として、もはや立っていられない。私はその場に倒れる。わかったよ。やってみる。餃子、餃子、餃子。私の左目のまぶたが閉じられた。まるで永遠に開かないかのようにとても重い。私の左目も餃子になってしまったのだ。あなたが私を見つめているような気がする。あなたの指が私の餃子になった唇を優しく撫でる。あなたは餃子の皿を床に置き、あなたを見つめる。あなたは指であなたの餃子になった唇を優しく撫でる。まあ、あなたがあの言葉をもう一度唱える。何も起こらない。おい、夢。さっきみたいに真剣にやれって。真剣にやってるって。もう一度心を込めてお願い。餃子。気がつくと目の前にあなたの顔がある。あなたの唇が餃子になっている。そして私の餃子になった唇と触れ合っている。何も起こらない。あなたはポケットからハンカチを取り出し、その唇を丁寧に拭く。もしかして私たちは試されてるのか？はい。あなたはポケットからハンカチを取り出し、その唇を丁寧に拭く。愛よ、アガペよ。私はポケットからハンカチを取り出し、自分の唇を丁寧に拭く。キスじゃなきゃダメなんだ。お前まで何考えてんだ？私は意を決してあなたにキスをする。私の唇が餃子になったあなたの唇にそっと触れる。私の唇はみるみるうちに白く粉っぽくなって、やがて餃子になる。あなたがゆっくりとあなたにキスをする。あなたの唇はみるみるうちに白く粉っぽくなって、やがて餃子になる。あなたがゆっくりとあなたにキスをする。あなたの唇はみるみるうちに白く粉っぽくなって、やがて餃子になる。もうマミもほら、やっぱり。もうマミも何言ってるかわかんねえよ。だから何言ってるかわかんないって。あなたは床に置かれた皿を見つめる。まあ、あなたは床に置かれた皿を見つめる。私は皿の上に残った2つの餃子を見つめる。あなたは私たちと餃子を交互に見比べる。あなたは私たちと餃子を交互に見比べる。その瞬間、私の唇が開き、中から光が漏れる。餃子になっていた私の唇が元の唇に戻る。あなたはあなたにキスをする。あなたの唇が開き、中から光が漏れる。餃子になっていたあなたの唇が元の唇に戻る。突然、あなたのお腹がグーッとなる。突然、あなたのお腹がグーッとなる。あなたはもう一度私たちを見つめる。あなたはもう一度私たちを見つめる。あなたはあなたの餃子になった唇にキスをする。あなたの唇があなたの餃子になった唇に触れると、あなたの唇も餃子に変わっていく。あなたはあなたの餃子になった唇にキスをする。あなたの唇があなたの餃子になった唇に触れると、あなたの唇も餃子に変わっていく。私は意を決して餃子になったあなたの唇にキスをする。私の唇があなたの餃子になった唇に触れると、
私の唇も餃子に変わっていく。もみ。もま、その瞬間、マミ、あなたの唇が光に包まれる。あなたの餃子の唇が開き、あなたの唇は元の唇に戻る。その瞬間、あなたたちの唇が光に包まれる。あなたの餃子の口が開き、あなたの唇は元の唇に戻る。もみ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 。もんまももんま。あなたはあなたにキスをする。あなたの唇が開き、中から光があふれる。餃子になっていたあなたの唇が元の唇に戻る。あなたはあするとなたにキスあなたのをする。唇も開き、中から光が漏れる。餃子になっていたあなたの唇が元の唇に戻る。あなたの餃子の唇が開き、中から光があふれる。餃子になっていたあなたの唇が元の唇に戻る。あなたは私にキスをする。私の餃子の唇が開き、中から光が漏れる。餃子になっていた私の唇が元の唇に戻る。元に戻った。私はあなたにキスをする。あなたの餃子の唇が開き、中から光が漏れる。餃子になっていたあなたの唇が元の唇に戻る。すると、私自身の餃子の唇も開き、中から光があふれる。私の唇が元の唇に戻っていく。あなたは私にキスをする。私の餃子の唇が開き、中から光が漏れる。餃子になっていた私の唇が元の唇に戻る。すると、あなた自身の餃子の唇も開く。あなたの唇が元の唇に戻っていく。あなたは安堵してその場に座り込んでしまう。目の前には餃子が乗ったお皿がある。まるで私たちに微笑みかけてくるようだ。あなたはあなたにキスをする。あなたの餃子の唇が開き、中から光が漏れる。餃子になっていたあなたの唇が元の姿に戻る。すると、あなた自身の餃子の唇も開き、中から光が漏れる。あなたの唇が元の唇に戻る。私は台所に行って包丁を探す。後ろからあなたがついてくる。私は包丁を見つけ、あなたは箸を4膳取り出して、私たちはリビングルームに戻る。私は2個の餃子をそれぞれに半分に切る。あなたは私たちに箸を配る。あなたが立ち上がって台所に行く。私も立ち上がり、あなたを追いかける。私はあなたが探しているものが分かった。私たちには包丁と箸が4膳必要なのだ。私は台所の引き出しを開け、包丁の場所を指し示す。あなたは包丁を握り、私は引き出しから箸を4膳取り出してリビングルームに戻る。あなたは2個の餃子をそれぞれに半分に切る。私はあなたたちに箸を配る。あなたが立ち上がって台所に行く。追いかけるようにあなたも立ち上がり、ついていく。すぐに2人は戻ってくる。手に包丁と箸を4膳持って。あなたが2個の餃子をそれぞれに半分に切る。あなたは私たちに箸を配る。あなたは安堵してその場に座り込んでしまう。目の前には餃子が乗ったお皿がある。まるで私たちに微笑みかけてくるようだ。あなたが立ち上がって台所に行く。追いかけるようにあなたも立ち上がり、ついていく。すぐに2人は戻ってくる。手に包丁と箸を4膳持って。あなたが2個の餃子をそれぞれ半分に切る。あなたは私たちに箸を配る。私たちは半分に切られた餃子を箸でつかみ、食べる。私たちは半分に切られた餃子を箸でつかみ、食べる。食べよう。私たちは半分に切られた餃子を箸でつかみ、食べる。私たちはそれぞれに箸を持って4等分に切られた餃子を食べる。おいしい。うまいね最高。だよ。終わり。餃終わり。子、餃子、餃子、ざ。終わり。終わり。お疲れ様でお疲れ様でした。お疲れ様でしお疲れた。様でした。
大変だったけど、なんかが噛み合ってましたね。大変だあったですなたとあね。なたたちっていうのがないじゃない。そうそう。あ、これはないんですね。これはね、篤人じゃあ、さんのはないんですね。皆さんに説明をします。ですね、これか。はい。篤人さんのやつは、要は私しかないんです。あなたとあなたたちっていう記述が一切なく、私に関する情報しかなかったので、皆さんは間に何が入るかさっぱりわからない。セリフがどれぐらいの分量が入るかさっぱりわからないっていう状況の中で、今、やり取りをしてもらってました。はい、過酷です。それでわざとなくしたんですか。麻生さんどうですか。入れるんでしたっけ。うっかりね。でもなんか、みんな大体合ってましたよ。すごい、ね。本当にものすごいなんか、シュールというか。飛ばしたところもありますけど、他のチームも結構飛ばしたところがあったので、なんかもう同じぐらい。でもなんかむしろナンセンスにやってやろうとか思っちゃうよね、なんかね。そういうなんか心がくすぐられるよね、なんかね。これね。めちゃくちゃにしてやろうみたいに。ゆかさん、ニコンさんに、要は、あなたとあなたたちっていう記述が、篤人さんの台本にはなくて、この4人は戸惑ってすごくびっくりするところからスタートしましたって。ใช่ ในบทของอัศโตซังไม่มีเขียนว่าคุณหรือเธอไว้ค่ะ มีแค่คำพูดของฉันคนเดียว ก็เลยทำให้นักแสดงงง เพราะไม่เหมือนกับตอนที่ซ้อมไว้ บทที่ซ้อมตอนแร จ ก ริงๆแล้วมันต้องเป็นคุณเหรอ มันก็คือชั้นอยู่หรือเปล่า มีแต่ฉัน แต่ว่าไม่มี ฉัน เว้น ไม่มีเว้นให้ช่องว่างว่าคุณ แต่ว่าเว้นวรรคไว้ใช่ไหม แต่ว่าเว้นวรรคไว้ค่ะ อาจจะเพราะรีบไง アストさん急いでたのかもしれない。ちょっと単純に書くルールがよく分かってなかったです。แค่จำบท そっちですか。บทเขียนบทไม่ได้เฉยๆค่ะ แมทเพี้ยนไปหน่อย โอ้แม่ แต่ว่านักแสดงก็อ่านเข้าใจนะครับ でも読んでてわかりました พี่นี่หมายถึงว่าพี่นี่ก่อนเข้าใจใช่ไหมคะ นักแสดงด้วยนักแสดง นักแสดง ก็เว้นจังหวะให้กันเอง でもなんか俳優さんたちもなんかそのどこに相手が入るのかっていうのも分かりながら読めたのかなと。どうですか。本当かな。ก็ทีมเวิร์คที่ดีนะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันอะไรนะคะ แต่ก็เหมือน ว่าなんか ทีมเวิร์คที่ดีเพราะเขาก็รู้ว่าเขาเล่นคนเดียวไม่ได้ ต้องตอบโต้กับคนอื่น でもなんかすごくいいチームワークだったと思います。なんか一人ではできないっていうのを理解しながらこう進めていったような気がして。でもなんか話がちょっとあまり入ってこないね。理解できない。ちょっとなんか、どういう話だったかだからよくわかんないや。ごめん。ไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นเรื่องยังไง อย่าเพิ่งเฉลย どういう話だったのこれ。อย่าเพิ่งให้อาซิโตะเฉลย まだ正解は言わないようにとリコンさんからです。ต้องถามนักแสดงคนดูเมื่ออ่านจบแล้วแบบตกลงเรื่องเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยถามนักแสดง ใช่เพราะว่า4 คนพออ่านประสานกันแล้วจบแล้วมันต้องประมวลหรือว่าคนดู 皆さんどういう物語だったとお考えでしょうか逆になんか読んでみて หรือคนดูที่ฟัง4 คนแล้วเอามาผสมประมวลแล้วจับได้ไหมว่าเรื่องมันคืออะไรอะไรなんかなんとなくこうどういうお話かっていうのはつかめましたでしょうかなんか唇が餃子になる話は分かりました。รู้ว่าปากจะกลายเป็นเกี๊ยวซ่าなんで愛が出てきたのかなとかよくわかんない。愛が救うわけですよね。あ、そういうことなの？なんかもう多分全然よくわかんない。わからず読んでてなんか。แต่ทุกคนจับผิดได้ไหมว่าจากปากเป็นเกี๊ยวซ่าตรงไหนทำไมมันถึงเป็นなんで唇が餃子になってしまったのかとかそういうポイントはなんかつかめました。いや、わからないです。わかんない。そこは常さんどう
わかりました。だから、なんとなくですけど、要はいがみ合ってたりすると、何か不況なものでこう呪われていくけれども、愛によって救われてるっていう、なんていうの、その、バンダイじゃないけど、その人に対しての愛で、こう、なんだろう、平和になっていくっていうお話なんだろうなと思うんですけど、あれ あれ、そんな意味があったの？ มีความรักเกิดขึ้นมาแล้วก็แบบมีความสงบเกิดขึ้นอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าหรือไม่ใช่ ไม่รู้ แปลโดเดโช ต้องถามคนเขียนแล้วอันนี้ เสร็จแล้ว แต่ว่าตอนที่อ่านแยกอะครับ ผมก็ได้อ่านแยก ผมก็ว่าสาเหตุใครเป็นคนแรกเนี่ยอยากรู้เหมือนกัน หลังจากที่มาอ่านแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าใครเป็นคนแรกที่เป็นเกียวที่ปากเปลี่ยนไปニコンさんも台本読んでみたんですけれども、一番最初に唇が餃子になってしまったのは誰でしょうか？ドラムの。ドラムの拗ねた人。กลองว่า มือกลองค่ะ เพราะว่ามันระบาดไปทั้งหน้ามันบวมไปหมด มันไม่ได้เป็นแค่ปาก なんか唇だけでなくもう顔全体もなってしまったという。耳も目もหูทั้งตา 全部餃子に。ที่เราเฉลยได้แล้วยังว่าใครทำไมถึงเป็น หรือว่ามันอยู่ๆก็เป็นเลยไม่มีสาเหตุ 何か原因とか理由とかどういう経緯でこうなってしまったのかっていうのじゃあ回答をちょっと厚藤さんの方からお願いしたいと思います。はい。皆さん、ちょっとナンセンスな話なんですけど、最後まで演じていただいてありがとうございました。台本を書くポイント、企画のコンセプトとしては、まず、今回は実際に上演するものではなくて、朗読でやるものだったので、なんかその朗読にしたときに、なんかこう、面白いものっていうか、舞台でちょっと餃子をやるのは、口に餃子を貼るのは、なんかこう、小道具として餃子を貼ると、なんかあんまり面白くないけれど、その朗読の中で唇が餃子になるっていうのは、お客さんのなんか想像力の中で広がるかなっていうので、その朗読で面白くなるようなちょっとナンセンスを狙って書いたっていうのがあります。ครั้งนี้ค่ะเลือกเขียนเรื่องที่แบบไร้สาระนิดนึงเพราะว่าเห็นว่าเป็นอ่านบททางออนไลน์ไม่ได้อยู่บนไม่ใช่บทละครเวทีที่จะเป็นแสดงจริงอะค่ะพอจินตนาการว่าถ้าเกิดว่าเป็นเวทีจริงแล้วเนี่ยถ้าแบบปากกลายเป็นเกียวซ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำออกมายากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็น reading แบบนี้มันทำให้แบบคนดูได้จินตนาการคนอ่านได้จินตนาการตามไปด้วยก็เลยเลือกเรื่องที่แบบสนุกแบบนี้ค่ะเพราะรู้สึกว่าสื่อนี้มันเล่นได้ถ้าเป็นเวทีจริงทำยากเหมือนกันเนอะそうですね本当の舞台だったら結構難しいですねそれを作り上げるのは。作品のテーマとしてはすごい硬い言い方になっちゃうと、なんかメリトクラシーっていうか、能力主義と分配っていうのをちょっとテーマにやってみたんですけど本当に本当です。それは本当です。で、そのあるバンドがあってですね、そのバンドの成功というかうまくいってるっていうのがそのギタリストとボーカルと、ベーシストの3人でなってて、あんまり役に立っていないドラマーっていうものに対してどう分配するのかっていうこととですね、あとその、その分配をめぐって、誰がこう一番もらうべきかっていう能力的なことの議論でこう分けるっていうことを、普段の日常でも僕らはやってるわけじゃないですか。これだけ頑張った人がいるからたくさんもらえるみたいな
とか、これだけ結果を残したからもらえるっていうことではなくて、っていうことで、なんかこう、いがみ合いが始まって、で、独占をしようとした人が、まず最初になんかこう、呪いによって、餃子になるんですけれど、やがてそのなんか、均等に分配をするっていうことに全員で気づくことによって、また元に戻るっていうのが、コンセプトです。で、今回の作品のテーマとしては、やっぱりなんかキャラクターがもうちょっと、作品じゃないや、このリーディングのテーマとしては、そのキャラクターがもうちょっとしっかりと描き分けられてたらいいなと思ったんですけど、そこまではちょっと力が及ばず、どちらかというと、プロットをこう転がす方向で行ってしまったので、なんかもう皆さんのパフォーマンスも素晴らしかったですし、そのおかげでなんかこうプロットがこうきちんとなんかしっかりと見えるようなナンセンスも含めて見えるような感じにはなったんですけど、やっぱりもうちょっとその4人のキャラクターとかが書き分けられればよかったなという反省点はあります。ธีมของเรื่องนี้ค่ะ ก็ถ้าใช้คำอธิบายยากๆหน่อยก็เป็นเมริโตคราซีก็คือเป็นเรื่องของอำนาจแล้วก็การแบ่งปันค่ะ อำนาจ ใช่ค่ะ เป็น ก็ ที่ พอแบบเรามีอำนาจ พอได้รับอำนาจเราก็อยากคุมควบคุมมันอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบกลายเป็นทำให้ได้รับโทษ กลายเป็นหน้ากลายเป็นเกียวซ่าปากกลายเป็นเกียวซ่าอะไรประมาณนั้นค่ะ ก็แล้วก็เพราะการที่แบบเราก็ทำให้เราก็ต้องแบ่งแล้วมันก็ทำให้แบบกระจายไปถึงคนอื่นด้วยคนอื่นก็กลายเป็นเกียวซ่ากลายเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน แล้วพอเราได้รับ ความรั เรา ก ได้เข้าได้รับความรักหรือว่าได้เข้าใจกับมันมันก็แบบจะหายไป แต่ว่าพอดีครั้งนี้ยังเขียนบทเข้าไปไม่ถึงเรื่องคาแรคเตอร์ค่ะยังได้แค่แบบพล็อตเฉยๆก็ที่จริง แต่ว่าครั้งนี้นักแสดงแบบได้อ่านทำให้เรื่องมันไปได้ดีมากค่ะที่จริงก็เดี๋ยวอยากจะเขียนให้แบบมีคาแรคเตอร์ให้ชัดกว่านี้ขึ้นมาค่ะ เพราะว่าจริงๆแล้วยังสามารถขยายได้อีกนิดนึง そうですね。もう少しなんかこう広げられる要素はあるかなと思いました。ก็ถือเป็นการทดลองครั้งแรก เพราะว่า 初めての実験ということで、あれนะคะ จริงๆแล้วก็คือไม่มีทั้ง5 คนเนี่ยยังไม่เคยมีใครเขียนแบบนี้มาก่อนด้วยเป็นครั้งแรก 今回5人の作家さんみんなこのような書き方は初めてなので、今回実験的なことということでですね。はい。แต่ว่าถ้าสมมติขยายบทเขียนบทเสร็จแล้วเนี่ยนักแสดงชุดนี้ไปอ่านอีกก็จะไม่ตื่นเต้นเท่าเดิมแล้วก็ต้องเปลี่ยน でもこれ例えばもっとこう書き直ししてもっとこう内容を詰めても同じチームの俳優さんで読んでも面白みがなくなってしまうんですよね。มันจะเป็นการแสดงที่นักแสดงได้รับเขาเรียกอะไรสัมผัสกับบทแบบนี้แค่ครั้งเดียว今回の特徴はもう俳優さんが初めて1回しか体験できないっていうのもポイントになっています。อยากเล่นต่อไหมครับถามแสดงอยากเล่นต่อไหมอยากเล่นแบบนี้อีกไหม俳優の皆さんにちょっとお聞きしたいんですけども、またこういうなんか台本ってやってみたいと思いますか？こういう台本って多分こういうナンセンスって意味じゃなくてあれですよね。こういう変わった形のそれぞれ個人のそうですね。これなんかあれですね、ゲームみたいにやったらこういう大会があったら面白いんじゃないですか。どこが一番なんか割と近いかみたいなね原本にっていういやなんかいや面白かったです。また参加したい。ใครสามารถอ่านได้ตามเรื่องบางก็น่าสนุกเขาบอกสนุกดีค่ะอยากเล่นอีกก็จะได้เอาเรื่องอื่นของคนอื่นมาอ่านอย่างเงี้ยครับそしたらまた別の作家さんの台本を
お渡しすることとかもそんな機会も แล้วก็ถ้า あ เป็น る ไป か ได้ なと。 อะถ้าเป็นไปได้ให้อยู่ในห้องเดียวกันหรืออยู่พื้นที่เดียวกันมันจะยิ่งสนุกมาก そしてそうですね、できたら皆さんが同じ空間にいられるとより楽しくなると思います。 อืม ค่ะ มีอะไรอีกเลโกะส่งจะถามอะไรอาซุโตะหรืออาซุโตะจะคุยอะไรกับนักแสดงไหมอยาก レイコさんの方から何か質問だったり、アツさんの方から何かお話ししたいことなどありますでしょうか。 ระหว่างรอคนดูส่งคำถาม 一言も口を開いてない加古さんに感想を。そう、すごく思ったんですけど、なんだろう、もう擬音語とかままめとかになっちゃうと、本当にもう、もらえる情報が少なすぎて、でも、もしこれが同じ空間にいて、なんかこう、やっていることがもう少しでも分かったら、なんかもっと、なんか、あ、次はこうかとかっていうのもあるかもしれないし、やっぱオンラインで、いくらこう画面越しで、あなたはこの人だと思ってあなたってやっても、やっぱ相手に伝わらなかったりするのが、すごく難しいし、もどかしいなっていう気持ちになりました。うん。 ในบทมันจะมีตรงที่แบบมันไม่ได้เป็นคำพูดเป็นแค่เสียงค่ะแล้วทีนี้มันทำให้รู้สึกถ้าเกิดว่าได้อยู่ในห้องเดียวกัน เราก็จะได้เห็นแอคชั่นของอีกฝ่าย แต่อันนี้คือเราไม่เห็นอีกฝ่ายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดออกไปมันได้ไปถึงคนอื่นหรือเปล่ามันเลยรู้สึกอึดอัดนิดนึงค่ะ ニコ、ミュートになってる。ミュート。 นี่ sorry ก็ sorry การ connect reaction กันมันเลยดีเลย์นะบางทีถ้าอยู่ในออนไลน์ そうですね、オンラインだとやっぱりリアクションがやっぱ遅れが出てしまいますよね。うんその、擬態語が最初に始まったもゆさん、どうでしたか？もう唇が最初にそうになっちゃっそうですね。台本上にはその訳が書いてあるわけです。訳っていうのは訳されてる。本当はこういう言葉だっていうことが括弧書きにはなってるんですけど、口を上唇下唇閉じたままセリフを言ってくださいっていう指定のことがセリフのところにあるから、これ聞いてる人なんだと思うだろうなっていうのは思うけど、まあでも徐々にみんなも口が閉じていって同じ言語を持つ仲間になっていくっていうところが、その นี่ไงอินเทอร์เน็ต 仲間割れしていたのにこそ同じになっていくみたいな。で結局最後一緒に食べるっていう。でなんだキスするっていうのはちょっと分かんなかったんですけどね。キスされた時に映像で餃子と餃子が唇になっていてキスをしに行く絵っていうのがちょっと読みながらこの 4人がどうキスしてんだろうっていうのはちょっと面白く読みましたけどね。なんかその王子様がお姫様を目覚めさせるためにやっぱ究極の愛っていうところがまあなんか長い間バンドでああだこうだやってるメンバーの愛の形みたいなしょっちゅう餃子パーティーしてんのかなとかなんかちょっとそんな風に私はちょっとノスタルジックな感じで餃子を感じました。わかりますか？大丈夫かなこんな。แต่ก็งงค่ะว่ามันในบทที่เขียนไว้ว่าให้พูดแบบปิดปากซึ่งในบทมันก็จะเขียนอยู่ว่ากำลังพูดอะไรอยู่แต่เขาก็เขียนว่าคือให้ปิดปากพูดก็เลยงงว่าแบบเราสิ่งที่เราพูดคนอื่นเข้าใจไหมแล้วคนอื่นเขาพูดอะไรกันแต่สุดท้ายคือทุกคนก็กลายเป็นสถานการณ์เดียวกันซึ่งมันก็งงดีแล้วก็มันจะมีแล้วก็พอปากกลายเป็นเกี๊ยวแล้วก็จูบกันมันก็ทำให้จินตนาการว่า
เอาเราจะจูบกันยังไงคือมันเป็นสถานการณ์ยังไง จะ โอเค ทำยังไง อืม ค่ะ ก็จินตนาการเองว่าแบบรู้สึกเหมือนเราอยู่ในห้องแบบมีทำเกี๊ยวซ่าปาร์ตี้ด้วยกันกินเกี๊ยวซ่าด้วยกันแล้วเป็นภาพนอสตาจิกนิดนึง ประมาณนั้นค่ะ はい。じゃあ、最後に、つれさん、たくちゃん、何か言い残したことはありますか？言い残したこと。言いいや、残し言い残したことないですけど、なんかこう、すごく口が餃子になるっていうのはバカバカしくて、で、そこから口からすごい光がこう輝いてなんか放たれるみたいなのは、すっごいバカバカしいなと思って、すごい。よくこんなこと考える人いるんだってちょっと思って、でもそこに安心しながらも、その何ですか、能力の報酬と分配みたいなことをこう当てはめて考えるとなるほどなとも思うし、なんか、そのバカバカしさは大好きですね。ただ、あとは、読むにあたっては、すごくルールみたいな、すごく面白かったんですよ。この企画自体すごく楽しくて、またやりたいなと思うんですけど、そのルールが、ちょっとテキストでやったのとはちょっと違うルールから入っていくと、もう、なんか、なんでしょうね、小道具が忘れた役者みたいな感じで、もうどうしたらいいか分かんなくなっちゃうっていうか、ちょっとそういう自分の、力なさ加減にまたちょっと落ち込んだりもしたりしなかったり、そんな感じです。すみません、ありがとうございました。ค่ะก็รู้สึกแบบใครเป็นคนเขียนบทแบบติงตองปัญญาอ่อนอย่างนี้ที่แบบปากกลายเป็นเกี๊ยวซ่าแล้วก็มีแสงออกมาอย่างเงี้ยค่ะ แต่มันก็มีธีมแบบเกี่ยวกับอำนาจเกี่ยวกับการแบ่งปันอะไรแบบนั้นก็สนุกดีค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าโปรเจกต์นี้สนุกดีค่ะ แต่ว่าตอนที่บทที่ได้อ่านจริงกับบทที่ซ้อมมันฟอร์แมตมันไม่เหมือนกันนิดนึงก็เลยทำให้งงก็รู้สึกว่าตัวเองยังมีประสบการณ์ยังแบบไม่พอความสามารถยังไม่พอ ถ่อมตัว ด้วย เนาะ แต่ก็สนุกดีค่ะ ตัวจังเลย 大丈夫。たくちゃん、大丈夫。いっぱい喋った。大丈夫。あれですね、なんかちょっとあなたはあなたにっていうのがいっぱいあるから、誰が何をしてんだかさっぱりよくわからないから、まあ、オンラインっていうのもあって、やっぱね、どうしてもね、文字を中心に見ちゃうので、やっぱりね、生で、ライブで、同時にの場所にいると違うのかなとは思いましたね。まあ、それぜひね、体験してみたいですね、またね。ก็ในบทมันเขียนว่าเธอทำอะไรให้เธออะไรเงี้ยก็งงว่าเธอคือใครคนไหนใช่ค่ะก็เลยอยากจะเล่นในห้องเดียวกันอยากจะลองเล่นแบบเล่นสดในห้องเดียวกันค่ะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วโครงการนี้ที่มันเป็นโครงการออนไลน์ของ Japan Foundation นะคือเราก็พยายามหางานไม่ใช่วิธีการที่จะทำให้ละครน่ะเนื่องจากโรคระบาดเนี่ยมันคนจะไม่สะดวกไปเจอกันแล้วอ่ะและถูกจับแยกคิดว่าการสร้างบทแบบนี้และการแสดงแบบนี้มันน่าจะช่วยให้ยังมีการแสดงอยู่ละครยังทำอยู่ได้ออนไลน์ด้วยระบบแบบนี้今回オンラインで行う企画っていうことでこれを選んでみたんですけれども、このコロナ禍でみんなが集まれない状況、なかなか劇場に足を運べない状況の中で、じゃあ何ができるのかっていうことで、こう新しい形、こういう形でもできるんじゃないかっていうことで、今回やってみました。โดยเฉพาะมันตัดการซ้อมออกไปเลยมันไม่ต้องมาเจอกันทุกวันもう毎日会って稽古するっていうのも全部カットしてやり方っていうことでこういうのもあるのかなと。แต่คุณต้องแบบพร้อมจะมาเล่นเลยทันเดี๋ยวนั้นปัจจุบันเดี๋ยวนั้นแล้วคนดูก็มาดูเสร็จแล้วก็แยกกันออกไปやる方はもう来てすぐに入れる状態で、見る方もただもう来て見る、終わったら解散っていうその状態でいなければいけないですよね。
เหมือนกับการดวลกันไกลๆแต่ว่าเป็น อัน ก็เป็นทีมเวิร์กรูปแบบหนึ่งまあ、新しい形、まあ、新しいチームワークみたいな感じかなと思います。あれ、これってお客さんには台本って配られてないんですよね。配られてないです。一切。これでもお客さんが原本を持ってて、それとにらめっこしてみたら面白いんじゃないのと思った。なんかショーとして成立する気がしますね、これね。 ถ้าคนดูได้รับบทด้วยน่าจะสนุกไหมคะไม่ มาคนดูอ่านไม่ได้เพราะคนดูถ้ารับบทต้องมี4 เล่มอ่านยังไงอ่ะ 違う違う。 ถ้าเกิดว่าเป็นบทแบบเล่มหนึ่ง ไม่ได้มันไม่เหมือน ไม่ กัน ได้ เธอแปลก่อนเดี๋ยวเธอต้องแปลก่อนว่าถ้าคนดูอ่านบทต้องมี4 เล่มนะ なんかお客さんに台本配るとなると4冊4つ分あ、違う違う。一冊の、要するにオリジナルの原本ね。ได้แบบเป็นออริจิ そうするนอล と、要するにお客さんが全部知ってるっていう状態で、だからシチュエーションコメディ見てるみたいなね、 เดี๋ยว 感じになると思うんですよ。 ความเข้าใจแรกก่อนว่าบทนี้ไม่ได้เขียนรูปแบบเดิม まずこの台本の書き方なんですけど、通常の書き方とはまた違ったやり方をしています。 นักเขียนไม่ได้เขียนเสร็จแล้วเอามาแยกเป็น4 เล่ม 一つ書き上げてそれを4つに分けたわけではなく、じゃあそれを一つにまとめたらいいんじゃないの？ วิธีการ เอาสิ まとめたのをお客さんに配って、 เอาสิ で อัน そ นี้ れがどれだけぐちゃぐちゃに になるかっていうのを見たらなんか ถ้าอย่างนั้นเขา 面白いなって思いますよね。 ถ้าอย่างนั้นเขาก็ไม่ต้องมาดูสิ もし配ってしまったら見る必要がないんじゃないかと。でも、奈良原さんの言うことがちょっと分かる感じがしますね。で僕は今日、一つ前の回を、自分の作品じゃないですけど、4つの台本をこうにらめっこしながら見てたんですよ。それは結構面白かった、確かに。だから、อัตโตซังเข้าใจที่นาคาฮาระซังพูดค่ะเพราะว่าอัตโตซังก่อนรอบก่อนหน้านี้ค่ะอัตโตซังได้อ่านบทดูบท4 อันพร้อมๆกับการแสดงกับพร้อมกับ reading เราก็รู้สึกมันก็สนุกดี แต่ว่าต่อให้คนดูมีบทสมบูรณ์อยู่ในมือนักแสดงก็ไม่ได้เล่นตามบทอยู่ดีมันกระโดดไปกระโดดมา ใช่ปะ 台本読んでもその通りには流れないですよね。その差が面白いんじゃないの？ คิดว่ามันน่าจะสนุกตรงที่มันไม่ตรงกันคือดูบทไปด้วยแล้วก็ดูว่านักแสดงกำลัง โอเค เล่นกับมันยังไง คิดว่าเป็นออปชั่นหนึ่งเพราะญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมว่าเวลาไปดูนกเขาแจกบทเขาเปิดเช็คบทกับนักแสดงในละครนกมันทำอย่างนั้น ละครนกไหม ละครนなんかそうですね、なんか一つの手法として面白いかもしれないですね。で日本人なんか舞台の能見に行った時もなんかその台本が配られたので、なんか日本人のやり方としてなんかそれが面白いのかもしれないですね。ก็ถือเป็นทางหนึ่งถ้าสมมติว่าอนาคตจะมีการทำอาจจะแจกบทคนดูก็ได้หรือもしこういう機会があったら台本を配ってみるっていうのもありかもしれないです。 เพราะฉะนั้นคนดูก็จะดูบทดูนี้มีโฟกัสไปมาอย่างนี้กับไม่มีบทแล้วฟังสมาธิอยู่ที่นี้เกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นแล้วเขาก็จินตนาการเอาเองจากการเก็บเพราะนั้นโฟกัสของเขาจะอยู่กับการแสดงกับนักแสดงและการฟังมากกว่าเราคิดแบบนี้นะ個人的にその台本を配ると、お客さんは台本と俳優さん見比べるっていうことが起こります。で今回の場合はお客さんも完全に耳で聞いて目で見てっていうことに集中する。でそういう違いが生まれますよねっていうことです。ちょっといいですか？やっぱり私今回参加させていただいて一番新鮮で面白いなと思ったのはやっぱりその役者がもともと持ってる台本とはこういうものだっていうことで
ずっとやってるので、演劇を、台本が、まあ最初に読んだように相手がいて、誰がいて、と書きがあってっていう、それをもう一回、もう全然その意識を一回全部こう壊された状態で、トライしてる、実験してるので、私にとっては、なんかこれが、また台本を持ってきちゃうと元に戻してしまうような気がして、これはこれっていうもの、こういう見せ方があるんだよっていう新しい取り組みとしては、これはすごく面白かったんじゃないかなっていう。なんかその台本も読んでみたいって思う人には読めるような何かがあればいいと思うし、あとその観客にとっても台本を戯曲を読み慣れてる人とそうじゃない全く違う観客といるでしょうから、どう楽しみたいかを見る人が選べればいいんじゃないかなっていうのは思います。俳優としては壊されちゃったところにこういきなりボンってぶん投げられてやってみろっていうのが、さっき常さんも言いましたけど、自分の力の力量を試されるなっておっしゃいましたけど、そのことを体験させてもらったことっていうのはすごく俳優としては楽しかったので、新しい取り組みっていう認識しました。ครั้งนี้รู้สึกใหม่เราก็รู้สึกสนุกดีค่ะที่จากที่ปกติเราอ่านแต่บทมันจะบทที่แบบปกติคือเรารู้แต่แบบนั้นแต่คือครั้งนี้แบบมันใหม่หมดซึ่งความรู้ที่ความรู้เก่าๆความรู้มันเหมือนมันถูกพังมันถูกทำลายไปหมดแล้วก็แบบเป็นสิ่งใหม่ก็เลยรู้สึกสนุกแล้วถ้าเกิดมันเลยรู้สึกว่ามันจะเสียดายถ้าเกิดว่าคนดูหรือว่าเราได้ต้องกลับมาอ่านบทแบบรูปแบบเดิมแต่ก็เลยคิดว่านั้นน่าจะสนุกดีถ้าเกิดว่าคนดูได้มีทางเลือกว่าเขาอยากจะสนุกแบบไหนอยากสนุกในรูปแบบใหม่หรือว่าอยากจะดูบทอยากจะโฟกัสในรูปแบบไหนค่ะแล้วส่วนตัวรู้สึกว่ามันได้ทดลองความสามารถของตัวเองด้วยได้ลองอะไรใหม่ๆสนุกดีค่ะเคยมีประสบการณ์เอาบทแต่ว่าสมมุติว่าคุณอยากเป็นตัวไหนสมมุติว่าอยากเป็นตัวของคุณทาคุหรือว่าเลือกจะเป็นของคุณคาโกะเอาบทฉบับเดียวกันนั้นให้คนดูเหมือนเป็น under study ให้คนดูอ่านไปด้วยเผื่อเขาลืมอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้คือเคยลองแบบการแสดงแต่ตอนนี้ก่อนเดี๋ยวพี่จะเล่าต่อなんかニコンさん前にやったことがあるのが観客にどの役を読んでみたいのかっていうのを聞いてその役の台本を渡して観客にもその役の台本をこう一緒に追いながらなんか見てもらうっていうのを試したことがあります。แล้วก็ให้อ่านไปด้วยให้อ่านด้วยปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่อ่านเลยでも最終的にはそのお客さんは結局台本を読まなかったみたいです。เพราะว่าถ้ามัวแต่อ่านเขาจะไม่ได้ดู台本を追ってるとその目の前のパフォーマンスを見れなくなってしまうのでเพราะว่ามันไม่มีมันนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าก็คิดว่าถ้ามีบทของทุกคนอยู่ในมือรวมเป็นอันเดียวแล้วมันจะย้อนกลับไปเป็นออริจินอลเขาเรียกอะไรก็เหมือนละครปกติทั่วไปもし一冊そのまとめられた台本が観客の手元に渡ってしまうと元に戻ってしまうんじゃないかなという気はします。มันก็เสียดายที่อุตส่าห์ทำมาขนาดนี้แล้วก็จะย้อนกลับไปเหมือนเดิมなんかここまでやってきたのがちょっともったいないかなとそれが元に戻ってしまうと。はい。はい。じゃあお客様の方で見てらっしゃる方、劇作家の皆様でもギャラリーの皆さんでも何かこう思ったよとか自分はこういうふうに見えたよとかそういうのあればおっしゃっていただければと思います。顔を出していただくのでも構いませんし、チャットでのご投稿でも大丈夫です。どなたか。มักจะไม่มี
劇作家チームとか。村上さんとかは急に振ってみる。いらっしゃらない。はい、村上です。突然、制作で、は。はいい。どう、なんか、他のも全部の総合的な感想でもいいですし、今日のでもいい。はい。もう全部作品がなんていうんですか、もう違って出来上がりというか、うん。なんかそれがすごい新鮮でした。で、まあ多分俳優の方、その皆さんディレクションされていらっしゃる皆さんによっても違うだろうし、あと、まあ、わからないですけど、書いた方もこういうふうになるだろうと予想していたものと全然違うものになってたんじゃないかなっていうふうにも思ったりしてます。うんうん。ちょっと大したことは言えませんが。いえいえ、とんでもないです。とんでもないです。はい。รู้สึกว่าทุกทีมแต่ละทีมออกมาออกมาไม่เหมือนกันเลยค่ะ แล้วก็อาจจะด้วยบทด้วย แล้วก็ด้วยทีมด้วยไดเรคเตอร์ด้วย แล้วก็คิดว่านักเขียนบทก็คงคาดไม่ถึงว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหน อืม มันน่าจะออกมาไม่เหมือนกับตามที่คิดจินตนาการไว้หรือเปล่าค่ะ จริงๆแล้วถ้านักแสดงอย่างเซตนี้ของเลโกซังนะครับ ก็ถ้ามีโอกาสก็ให้เลโกเอาบทของคนอื่นไปลองอ่านดูก็ได้ จริงๆคือคอนเนคชันมีกันแล้วมันสามารถโคกันได้ว่า เอากลุ่มนักแสดงนี้อ่านอีกกี่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอืม このチーム結構もうコネクションができてる気がしたので、なんかもし機会があれば皆さんでなんか同じ空間に集まって違う台本で試しに読んでみたらいいかなと思いました。หรือจะจัดเทศกาลแบบนักแสดงเรื่องเนี้ยเลโกซังมีเรื่องเนี้ยแล้วมีนักแสดง4 เซตมาอ่าน ซึ่ง4 เซตอ่านก็จะไม่เหมือนกันเลยもしくは一つの台本で4つのチーム同じ台本を使って読んでみるとか、そしたらそれぞれもまた全然違うのが出てくると思いアます。セโตะก็จะมีนักแสดงอีก4 เซตมาอ่านบทของอาซิโตะเรื่องเดียวกันนี้アソさんดูのแบบอีก4 แบบไม่เหมือนกันチームでその台本をやったりとか、そしたら見る方も同じ台本で違うものを4つ楽しめるような形になるかなと思います。แล้วบางแคสก็มีผู้หญิงล้วนบางแคสมีผู้ชายล้วนบางแคสผู้หญิง2 ชาย 2チームによって男性だけとか女性だけとかそういうのも面白いかなと。はい。はい。では、9時半だけど、いいここまで。3 ทุ่มครึ่งแล้วクローズ。มานี้ไหมคะ OK。โอเคはい。じゃあ皆さん、ここで締めます。じゃあ皆さんどうもありがとうございました。カップンカー。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に、はい。アーカイブは、2 week after に YouTube にアップロード。ひどい。มีอัพโหลดใน YouTube ถ้าเสร็จเร็วกว่า2 อาทิตย์ก็อาจจะอัพโหลดก่อน 2週間よりも前に終われば先にアップロードします。はい。というわけで、また、อาทิตย์ครับアドレスは公開いたします。ということで、4 หรือทั้ง6 เรื่องได้ いいのかな6つの作品公開されます。はい。はい。です。じゃあ、6回にわたり6回全部ご視聴いただいた方もいらっしゃるので、本当にどうもありがとうございました。はい。国際交流基金バンコク日本文化センター、並びにタイシアターファウンデーションの共催で開催させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではでは、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ。 จะปิดห้องนะคะบ๊ายบาย はい、バイバイ。じゃあ、退出を。